こんにちは、M ハポネサです。今回の動画は2023年夏に日本に行った時の動画の後編になります。まずは東京の山、高尾山に行ってきました。高尾山は私と息子は前回来た時にも行きましたが、主人は今回が初めてでした。ケーブルカーは子供だけではなく、私たち大人もとてもワクワクしました。私たちが行った時は時間が少し遅かったので、あんまり混んでいませんでした。私たちが行った日はとっても暑い日だったので、子供がアイスを食べたいと言っていたのでお店に入りました。で、私は早速ビールを頼みました。最初のオーダーがラストオーダーでしたが、注文できてよかったです。この場所でこの景色を見ながらビールを飲めるのは最高のバケーション時間でした。前回来た時は猿山にも行ったのですが、今回は時間もなかったので少し歩いて下山しました。実は友達には絶対にリフトに乗るべきだと勧められましたが、4歳の子供を乗せる勇気はなく、少し大きくなってまた行った時にリフトに乗ってみたいです。ただいま通過しておりますこちらの角度は31度18分で、ケーブルカーとしては日本一の急勾配でございます。乗車時間約6分をかけ、終点の弘前までご案内いたします。走行中事故防止のためやむを得ず急停止する場合がございます。走行中また別の日は多摩動物園に行ってきました。ここも私と息子は前回日本に戻ってきた時に行きましたが、主人は今回が初めての日本の動物園になります。アメリカでも動物園には行きますが、ニューヨークにある動物園は値段がとても高く、だいたい45ドルぐらいします。ニュージャージーの動物園は値段は多分その半額ぐらいだったと思いますが、やっぱり日本の動物園の値段はびっくりします。多摩動物園に来たら絶対にライオンバスに乗ってください。私たちが行った時は平日で学校がもう始まっている時期だったからかもしれませんが、ライオンバスに乗った時は私たち家族ともう一家族だけでした。初めて乗った時はこんなに近くでライオンが見れるなんて思っていなくて、悲鳴を上げてしまいました。前回来た時は子供は2歳半だったので少し放心状態でしたが、今回はとても楽しんでいました。ライオンバスの醍醐味はバスの外側にお肉がついていて、ライオンがお肉を食べるところが近くで見ることができます。写真は撮ってないんですが、動物園の中の食べるところでオーダーして軽くランチを食べました。確か唐揚げとラーメンを食べたと思いますが、アメリカのこういう場所での食事を考えると当たり前に値段は安くてとっても美味しかったです。その後は多摩動物園の向かいにある遊びの森ハグハグに行ってきました。ここは私たちが行った日本のインドアの遊び場の中では一番大きかったと思います。インドアと言いましたが、ここは外のエリアもあり、外のエリアでも十分楽しく遊べました。実はその外のエリアが最近リニューアルをしたみたいで、ものすごいことになっていて、今年日本に行った時も行けたらいいなと思ってます。また別の日は友達家族に連れてってもらい、4歳息子の東京ディズニーランドデビューをしてきました。朝5時半に起きて車に乗って行ったので、車の中で寝てくれるかなと思ってたんですが、ワクワクして興奮している時の息子は全く寝ないんだっていうことを今回の旅で知りました。
私にとっても久々のディズニーランドだったので、とても楽しい時間が過ごせました。特に夕方から夜にかけてのシンデレラ城はとても綺麗で、パレードも最高でした。今回旅行前にコロナにかかり日程を変更したことによって唯一良かったことは、相撲が大好きな主人が9月場所を見ることができたことです。今まで日本に来るタイミングで取り組みをしている時はあったのですが、名古屋場所だったりで見れてなかったので念願の相撲観戦でした。これは待っていたわけではなく、たまたまホテルにチェックインしようと思って歩いていたら見れてラッキーでした。私と息子は相撲観戦はできなかったので、この場所でお相撲さんを見れてよかったです。私と息子はお腹が空いていたので、ランチをしにまず江戸の蓮に行ってきました。全部とても美味しそうだったので、私はどこのレストランで食事をするか決められなかったんですが、息子がリクエストしてくれたのでそばを食べてきました。ここの鴨焼きがとても美味しかったです。その後は近くで子供が遊べるところを探して浅草にあったので行ってきました。ここは出入り自由、食べ物も持ち込み OK で、1日の料金が子供900円ぐらい、大人は500円ぐらいでした。ゲームセンターで遊ぶゲームも全部含まれていて遊び放題で、私は一人ですごいすごいって言ってました。正直お店の中をスクーターで走るのを見るのは親として少し抵抗がありますが、ここでは OK だったので子供は楽しんでました。また違う環境で子育てをしている私からは、子供たちを遊ばせながらお話をしているママさんたちがいいなと思って見ていました。この後息子も同い年ぐらいの男の子と一緒に遊べてとても喜んでました。翌日成田空港からアメリカに帰る予定だったので、両国にあるアパホテルリゾートに一泊しました。ホテルの中にはローソンが入っていたり、大浴場、プールがありました。またここも洗濯機、乾燥機があるフロアがありました。お部屋は本当に小さかったので写真を撮ってませんでした。でもお部屋の中から見る東京はとても素敵でした。私たちが行く何日か前にプールの時期は終わってしまったのでプールには入りませんでしたが、プールのところには行けました。大浴場では飛行機に乗る前に今回の旅の疲れを取るためにしっかり湯船に浸かったので、こりをほぐすことができました。最後の夜ご飯はやっぱり両国といったらちゃんこ鍋。実は人生で初めてのちゃんこ鍋のお店でした。予約していなかったので絶対に入れないだろうと思ったのですが、少し待てば入れると言っていただけてとてもラッキーでした。少し頼みすぎたかなと思いましたが、全部の料理がとても美味しくて本当に満足でした。いっぱい食べた後は運動をではないんですが、お相撲を見てきたばっかりの主人はまだ興奮していて子供と一緒に遊んでました。帰りの飛行機は夕方の便だったので、ホテルをレイトチェックアウトにしてサクッと浅草観光をして、家族から頼まれていたお土産などを買いに行ってきました。ホテルへの帰り道で
旧安田庭園に入り、本当に美しい庭園で最後まで日本を満喫できました。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。